おはようございます。桜井です。今日の動画では今まさに注目すべき3つの最新ニュースをピックアップしてお届けします。ただの値動きの話ではなく、なぜそれが起きているのか、投資家として何を見ておくべきなのか、こちらにフォーカスをして分かりやすく解説していきたいと思います。今回取り上げるのは次の3つです。1つ目はイーサリアム ETF に資金が連日流入している件。ETF って聞いたことがあるけど、実際どう影響するのかという方に向けて丁寧に解説します。2つ目はドージコインが60% の大きな値動きを迎える可能性があるという話です。これはテクニカルチャートから見える明確なシグナルです。そして3つ目はゲームストップがビットコインを購入し始めたというニュース。これが意味するものとは何なのか、その背景を掘り下げていきます。それでは早速1つ目のニュースから見ていきましょう。まず最初のトピックはイーサリアムの ETF に関する動きです。現在イーサリアムの価格はおよそ2510ドルから2520ドル付近で推移しています。過去24時間では 0.3% から 0.7% ほどの小幅な下落となっていますが、それ以上に注目すべきは、アメリカのスポット型イーサ ETF に19日連続で資金が流入しているという点です。ETF っていうのは上場投資信託とも呼ばれ、株のように証券取引所で売買できる投資商品です。仮想通貨 ETF の場合、投資家は実際にイーサリアムを保有することなく、価格の値動きに投資できる仕組みになっています。つまり ETF に資金が流入するということは、イーサリアムに投資をしたいという需要が個人投資家だけではなく、機関投資家の中でも高まっているということを意味します。実際こうした資金の流れが価格の下支えとなっていて、レジスタンスとなっているのは2540ドルから2570ドルのラインを超えるかどうかっていうのが今後の注目ポイントになりそうです。価格だけを見ていると大きな動きはなく見えるかもしれませんが、水面下では着実にお金が流れ込んでいるという非常にポジティブな材料と言えるでしょう。では次にドージコインに関する注目のテクニカル分析を見ていきましょう。ここに今大きなチャンスの兆しが出ています。現在の価格はおよそ 0.168 ドルで推移していて、過去24時間では約 2% の下落となっております。一見すると地味な値動きに見えるかもしれませんが、テクニカル的には非常に重要な局面を迎えています。ドージコインは過去数ヶ月にわたって三角持ち合いパターンを形成してきました。そして今、その持ち合いの終盤に差し掛かっていると分析されています。特に注目すべきは 0.16 から 0.22 ドルの価格帯です。このレンジをどちらかに抜けることで最大 60% の値動きが起きる可能性があると複数のアナリストが指摘しています。この三角持ち合いブレイクプラス急変動っていうのは過去のドージコインでも実際に起こったパターンであり、かなり信頼性のあるテクニカルシグナルです。さらに RSI 相対力指数にも注目です。現在の RSI は 35.72 と売られすぎの水準に近づいています。それに加えて価格は下がっているのに RSI が上昇しているという強気ダイバージェンスも出ていて、これは底打ちの兆候としてよく知られています。そしてもう一つ注目したいのがオンチェーンデータです。過去30日間で10億同時以上が大口投資家によって買い集められているという報告もあり、機関投資家の関心が高まっているということが伺えます。現時点では 0.16 ドルがサポート、0.22 ドルがレジスタンス。このどちらかを抜けるかによって大きな方向性が決まる局面です。まさに今、静かに仕込みが進んでいる、そんな印象を受ける値動きじゃないかなと思います。では最後に企業の動きが仮想通貨市場にどう影響するのか、これを見ていきたいと思います。ゲームストップの最新ニュースです。ゲームストップというと、数年前にミーム株として話題になった企業で、個人投資家の熱狂的な買いによって株価が急騰したことが有名です。そんなゲームストップが今回ビットコインを大量に購入したことで再び注目を集めています。このニュースのインパクトは単に企業がビットコインを買ったというだけではありません。
大切なのは、上場企業が資産の一部として仮想通貨を保有する流れが再び強まりつつあるという点です。実際にこれまでのもマイクロストラテジーなどが大規模にビットコインを保有し、価格と連動するような動きも見られました。今回のゲームストップの動きもそうした流れの延長線上にあると見ていいでしょう。さらに注目すべきは、このニュースの直後にゲームストップの株価が急騰したという点です。これはビットコインへの投資が企業の価値向上につながるという市場の期待感を示しています。こうした動きは仮想通貨市場にとっても追い風になります。なぜなら企業が仮想通貨を資産の一部として認めることで、他の企業や機関投資家の参入にもつながるからです。今後ゲームストップ以外にも同様の動きを見せる企業が出てくるのか、これはビットコインの価格だけではなく、仮想通貨市場全体の信頼性にも関わる重要なポイントだと言えそうです。では最後に今回の3つのトピックをまとめて、今後どこに注目すべきか、こちらについて見ていきたいと思います。まず、イーサリアムに関しては19日連続で ETF に資金が流入していて、これは明らかに機関投資家の関心が高まっているというサインです。一見すると値動きは静かでも、資金の流れを見ると市場は動き始めていると感じます。次に同時コインは三角持ち合いの終盤に差し掛かっていて、60% の大幅な値動きが起きる可能性があると分析が出ています。テクニカルのサインも揃っていて、静かな中に潜む熱を感じる動きです。そして最後はゲームストップによるビットコインの購入。これは単なる企業ニュースではなく、仮想通貨を資産として持つことが当たり前の流れになるという一歩だと思っています。個人的にはこの3つの中で一番注目しているのは同時コインです。今後また 0.2 ドルを超えてくる動きになってくるのか、要注目じゃないかなと思いますけれども、皆さんはどう思いましたか？今回の3つのニュースの中でこれは注目だと思ったものがあれば、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。過去に色々とね、動画を上げています。実際にビットレード X の収益を使って駐車場の料金の支払いとか、そういったね、動画も上げていますので、ビットレード X 興味がある方は僕の LINE の方に登録してもらって、キーワードで AI とチャットを送ってください。そうしたら、正式な公式リンクっていうのを送りますので、そちらの方から登録されてみてください。はい。ではですね、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。